皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。本日はトレックの e バイク FX プラス2を見ていきたいと思います。こちらの e バイク、昨年の秋頃に発売されて、今までのトレックの e バイクとかなり設計思想も変わった全く新しい e バイクとなっています。今回この FX プラス2に試乗する機会ができたので、実際に試乗してきました。まずは気になるスペックから一つずつ見ていき、そして特徴を市場の風景も交えて紹介していきたいと思います。このチャンネルでは会社員である私の趣味に関するチャンネルとなります。いろいろ趣味で気になったこと、新しい製品やサービスなどを鋭い視点でレビュー形式でお届けしていきたいと思います。少しでも気になった方、この動画面白かったという方、動画の高評価にチャンネル登録よろしくお願いします。それではまず最初に気になる部分のスペックを一つずつ見ていこうと思います。まず全体的な形状としてフレームを見ていこうと思います。こちら2つのモデル展開となっていて FX プラス2とあと FX プラス2スタガーというモデルがあります。こちらの違いはハンドルからシートにかけてのこのトップチューブのところに違いがあります。そしてこの FX プラス2の無印の方は3色展開となっており、黒色、赤色、そして紺色っぽい色、それぞれおしゃれな色が準備されています。そしてサイズの方は S、M、L サイズというサイズ展開になっています。スタガーの方はこちら2色展開になっており、そしてサイズも S サイズのみの展開となっています。そして個人的には最も注目したいスペックとして車体重量です。こちら 18kg という車体重量で提供されています。それでは次に e バイクの特徴であるモーターなりバッテリーを見ていこうと思います。こちらの形状がこの車体重量に大きく関係しています。まずバッテリーです。バッテリー、こちら 250Wh の内蔵バッテリーがフレーム内にきれいに収納されています。スペック上では 67kg ないし 70kg 程度のアシストができるとありますが、今回試乗した感じでは 20kg 程度走行したのですが、バッテリーは1メモリも減らないという結果になりました。おそらく結構厳しい条件での測定結果かなと思います。さらにバッテリーに関してはさらに長い距離を走りたいというニーズもあると思います。そのような際はオプションのレンジエクステンダーというものが準備されていて、こちらバッテリーの容量が2倍となり、走行距離も2倍となります。これだけ大容量のバッテリーのオプションまで準備されていると、まず困ることはないのかなと思います。それでは e バイクの心臓ともいえる電気のモーターです。こちら、モーターの搭載には主に2つの方法があって、1つは足のペダルのクランクのところにつける、このフレームに内蔵された形でモーターをつけるっていう形と、あと、タイヤのハブのところにモーターをつけてしまうという方法、2つの方法があります。このペダルの近くにつけている方法だと、足に力を入れた瞬間に俊敏にモーターが動くとか、スポーツ性の高い走行、特に個人的にはマウンテンバイクなどに向けてはすごく良い構造かなと思います。ただ、フレームに直接モーターをくっつけるので、このフレームの強度というのがかなり必要になり、どうしても自転車が重くなる傾向があると思います。そして今回のリアハブモーターという形状はタイヤの中にモーターが入っています。特に今回は後輪にモーターが入っています。そうすることによってペダルから少し距離があるので反応速度は多少本当にもう少し瞬間ずれてぐっとアシストがかかるっていうのがあるんですが、これは車両の重量がものすごく軽くできるっていうのと、あとオンロードで走る自転車には十分な反応速度であり、軽さ重視の自転車を探しているユーザーにはすごく適した選択肢かなと思っています。それでは続いてドライブレーンを見ていこうと思います。こちらはシマノのアルタスっていうマウンテンバイクでよく採用されているシリーズだと思います。こちらの方、フロントは1枚になっており、42T というクランクが入っています。個人的には e バイク、モーターの力も加わるので、かなりチェーンなりドライブレーンに負荷が通常よりかかると思っています。なので、マウンテンバイク用のシリーズを採用するというのもいいなと思いますし、
フロントのクランクが1枚というのも2枚よりは安定性が増すので、この通常よりも力のかかるドライブレーン、フロントを1枚にして安定性を増すというのも非常に良いと思います。そして特に e バイク、そこまで細かく変速する必要もないので、そこもまたフロント一足との相性がいい部分だと思います。そしてカセットの方も11から36っていう刃の枚数になっています。こちらも対応できるソフトがかなり下りで速度を出した時も対応できるような構成になっており、この11から36というのはかなりベストな選択なのかなと思っています。続いてシートです。e バイクはシートが非常に大事だと思っています。足から体重が逃がせられないので、このように座り心地の良さそうなシートは必須だと思います。また、ハンドルもかなり握り心地が良くて、疲れにくそうなハンドル、ボントレガーのものがついておりました。続いて e バイクのコントローラーを見ようと思います。こちらのコントローラー、なんとボタンが3つしかついておりません。まず、電源ボタンを長押しすると、e バイクの電源が入ります。そしてプラスのボタンを押すと電動アシストの力が強まります。マイナスのボタンを押すと電動アシストの力が弱まります。また、このプラスのボタンを長押しするとフロントのライトが点灯します。このようにボタン3つで簡単な LED の表示ですが、必要な機能はすべてわかりやすくシンプルに配置されており、かなり良いコントローラーだなと思いました。そして冒頭の映像より気になっている方も多いかもしれませんが、すべて装備された状態で納車されます。こちら、フロント、バックともにライトも完備されていますし、あと、フェンダーなり、リアラックも装備されています。チェーンガードも装備されているので、結構ラフな服装なりでも乗れると思います。本当にいろんな用途で活躍する自転車、そして装備一式だと思います。それではここから実際に試乗したシーンを交えてロードバイクの特徴を見ていこうと思います。まずゼブラコーヒーというところに寄りました。こちら自転車乗りではかなり有名な場所となっています。店舗が2階にあるので自転車を2階に持ち上げて、そして店舗を利用してから2階から降りていくということが必要になります。こちら見てわかる通り軽い重量というのはやはりこういう場所でも自転車を持ち上げて運ぶのに非常に有用だったと思います。早速の上りパワー何？縫い。オッケー。もうそこだよ、そこ。そこでいきなりもう何もチェンジしないでいこうかな。和新坂入り口。やばい、楽すぎる。 3？ いや2、いや3でしょ。これもう3にしよう。私もう3だよ。けどちょっと疲れる。全然疲れるよ。でも全然坂行こうかなと思うよね。全然お金持ちの道楽って感じがする。なんかまあ坂があったわみたいな。これはいいね。これどこでも行ける感じがするわ。するね。これで富士山一周とかできそう。楽しくできそう。でもなんかいい感じで負担はかかってるよね。まあ運動だね。こちらもまた寄り道した際の映像です。このようなカフェに寄った際もスタンドがあるので、このビルトインのスタンドが大変役に立ちました。そしてこのスタイリッシュなデザインはこのようなカフェにも非常にマッチして非常に洗練されたデザインの e バイクだと思いました。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。まだまだ魅力がたくさん詰まった e バイクなので全て説明しきれませんでしたが、今回20キロ程度乗らせてもらってまだバッテリーも全然減ってないという状態でした。本当にどれぐらいの距離走れるのか興味があるところです。そして今回の価格改定の話もあるので、本当に購入に向けて最有力な候補が一つ出てきたなと思います。はい、それでは今回の動画この辺で終わろうと思います。ぜひこの動画に高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。